皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢、ウクライナの戦況解説とともに、今、ロシアのプーチン大統領が中国を訪れているので、それにまつわるお話。まずは、前回の動画において、ウクライナ軍がクリミア半島にATACMSミサイルを撃ち放って成果を上げているという話をしましたが、その戦果をさらに拡大する追撃を行っています。その話からまずは今日は始めましょう。ウクライナ軍が行った今回のクリミア半島への攻撃は非常に攻撃箇所が多いというのが特徴となりました。前回の攻撃においてはベルベクの飛行場に対する攻撃を行ったのですが、今日行った攻撃はそのベルベクを含む4カ所、セバストポリとシンフェロポリ、ジャンコイ、この3カ所を加えた合わせて4カ所です。ただ夜間の攻撃のため今のところ戦果報告については情報はあまり上がっていません。街の監視カメラなどから火の手が上がっている様子などはわかるのですが、基地内部での被害については詳細がちょっと出ていないのです。クリミア半島を連続的に攻撃を行っているのは何といっても防空部隊に対する攻撃が成功し迎撃される確率が下がっているため、今こそまさに攻撃を繰り返すべきだという時期だからでしょう。ロシア側の軍事ブロガーらの分析によれば、ロシア軍によるATACMSの迎撃率は高くても 10% から最悪 0% といった具合にして、そのほとんどが防空網をすり抜けて着弾しているようです。これはかなり驚異的な攻撃達成率なのですが、しかしそうは言っても1割が落とされるというのであれば、やはり防空体制が万全なところよりもより手薄なところへの攻撃を繰り返した方が無駄弾が少なくなります。他の戦域に対する攻撃ではなく、クリミア半島への攻撃を繰り返しているのも、ロシア軍の防空の要である S400 を次々と撃破したからこその行動なのでしょう。しかし、地上戦においては主戦場は南部ではなく東部戦線もしくは北東戦線です。ウクライナ第2の都市ハルキウ、その北側においてロシア軍の越境攻撃が行われています。現在ロシア軍はいくつかの集落に侵入し、そのうちのいくつかを占領することに成功しています。ウクライナ軍はその周辺での戦闘をしつつ、周辺住民の避難に当たっているところで、報道によれば6000人程度の住民が今回のロシア軍越境攻撃に合わせて避難をしているとのことです。また、ロシア側はこうした混乱をさらに拡大させようと様々なフェイクニュースを流して周辺住民の混乱を招こうとしています。実際にはまだロシア兵が全く達していないような地区にもロシア兵はもはや進駐したといったような話を流すことにより、その後方における不安というものをよりかき立てる情報戦を行っているのです。また、現在攻撃は確認されてはいませんが、ハルキウ州の西隣においてもロシア軍が越境攻撃をするのではないかといった予測もされており、こちらもどうなるかは今後の注目だと言えるでしょう。戦争研究所はロシア軍の越境攻撃、勢いが少し落ちてきたようだとは評価していますが、今後も継続的に部隊が投入されれば、たとえ進軍速度は落ちたとしても、まだ国境周辺の占領地域を広げようとロシア軍は図ることでしょう。そしてプーチン大統領は現在中国に行っているのですが、NHK が興味深い一報を流しています。中国、ウクライナ侵攻後、ロシアへ軍事転用可能物資の輸出急増。ロシアによるウクライナ侵攻が長期化する中、アメリカは中国が軍事転用可能な物資をロシアに提供しているとして懸念を強めています。その一つで、弾薬の製造にも使われるニトロセルロースという物資のロシアへの輸出がウクライナ侵攻が始まった一昨年以降急増していたことが中国当局の公表データの分析で明らかになりました。専門家はロシアに対する軍事支援と考えられるとしています。ニトロセルロースは塗料やインクなど民生用として使われる一方、激しく燃焼する性質から弾薬の材料にもなり、軍事転用が可能な物資の一つです。ロシアへの輸出は公表されているデータのうち最も古い2015年から2021年まではほとんどありませんでしたが、ロシアがウクライナ侵攻を始めて3ヶ月後のおととし5月以降、急増していることが分かりました。年間の輸出量はおととしは700トン余り、去年はその2倍近い1300トン余りとなっていて、今年も3月までにおよそ110トンが輸出されています。中国の軍事に詳しい笹川平和財団の山本特任グループ長は、ウクライナ戦争に使用する弾薬を増産するためにロシアが輸入していると考えるのが自然だ。
侵攻が始まってから輸出が格段に増えているということは、明らかに中国のロシアに対する軍事支援と考えられると話しています。ニトルセルロースとは、綿の繊維を硝酸などで処理して作られる物質で、消化綿とも呼ばれています。塗料やインクなど民生用として使われる一方、着火すると激しく燃焼するため、火薬やロケット弾の推進剤などにも使われ、弾薬の材料となるため、軍民両用で活用できるデュアルユース物資の一つです。アメリカ政府は、ウクライナ侵攻を続けるロシアは弾薬を製造するため、ニトロセルロースを外国からの供給に頼っているとしています。こうした中、アメリカ政府は、ロシアの軍需産業を支援したとして、今月、新たに300近い個人や企業に対し資産凍結などの制裁措置を発表しました。この中には中国河北省にある2つの企業も含まれていて、ニトロセルロースをロシア企業に大量に輸出したなどとしています。また、今回の NHK の分析では、中国が欧米向けにニトロセルロースを輸出する際、1キロあたりの価格がおおむね2ドル台から3ドル台であるのに対し、ロシア向けへの輸出では4ドル台と高くなっていることも分かりました。これについて山本氏は、欧米から厳しい経済制裁を受けているロシアに言い値で売って利益を取っている。これは単純な軍事支援ではない。ロシアの弱い部分につけ込んでいる。これからは中国が主で、ロシアが10だという中国の立場をロシアに知らしめようとしているとも見ることができると述べました。さらに中国が欧米にも輸出していることについて、中国からアメリカやヨーロッパに対する輸出が制限されることになれば、欧米の弾薬の製造に影響が及ぶかもしれない。そうなれば、今ですら欧米からウクライナへの弾薬支援が限定的である中、より一層制約されるのではという危惧を持って叱るべきだと述べ、中国側の対応次第で欧米の支援に影響を与える可能性もあると認識を示しました。まず最初に現在ウクライナの地上戦においては東部戦線プラスアルファ北東戦線も戦端が開かれたためあっちこっちで激戦が起こっている状況でウクライナ軍にはまさに今が非常に重要な時期となっています。一方でアメリカからの物資支援も徐々に届き始めていることから今回のようなクリミア攻撃なども行われています。あとはどれだけの物資量が入ってくるかに戦況が左右される面があり、国家の総力戦がいかに大量の物資を消費しそれを支える兵隊が重要であるかを示しています。そうした意味で現在ロシアは中国に対して非常に依存している状態なわけですが、この関係性には一般的な友好関係とはちょっと違う面があることがこの記事の中で触れられています。例えばこれまでも私は中国がロシアからエネルギー資源を買う際には中国側がより安く値段を抑えて購入し、それによって自分たちの利益を確保していることを皆さんにお伝えしてきました。今回軍事転用可能な物資についても同様にして中国は自分たちの利益をより大きく取っていると明らかにしています。民間でも使用するし軍事転用も可能だというこの物資について欧米に対しても普通に売っている商品なわけですが、ロシアはそうした民生用として欲しいわけではなく軍事転用を前提として中国から大量に買い付けているわけです。そうした事情を分かっているからこそ中国側はより高い値段でロシアに売りつけているというわけです。ロシアから何かを買うときはより値引きをしてそれが現在の中国とロシアとの関係上において通るし、逆に中国がロシアに何か物を売るときはより多くの利益を上乗せした状態で売ってもロシアはそれにうんと言わざるを得ないというのが現在のロシア中国の外交関係というわけです。もしも同盟関係が非常に良好でこの関係をもっともっと強化したいと願うのであれば、むしろフェアトレードといって双方にとって納得のできるもしくは暴利を貪らないような形での取引を行うはずです。しかしそうではないところに中国のしたたかさと同時に自らの利益を最大化しようとする貪欲さが見て取れます。ただ同時にこの問題非常に複雑なのは、中国がロシアに売るのを何とか防ごうとしてもそれに反発した中国がもしも欧米などに売却するのを禁止するようなこと、もしくは国外に出るのを差し止めるようなことをして物流が滞るようなことになれば、欧米各国においてもこのニトルセルロースの活用がうまくいかなくなるだろうという話もされていて、ただ単に制裁をかければ良いというわけでもなさそうというのが厄介なところです。ただこれの関連の話としては、アメリカが
日本に対してこうした弾薬供給の参加を呼びかけたといったことも以前ありましたから、原料生産やもしくは砲弾そのものの製造など、日本はもっとこの分野で貢献できると思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。また、情報の更新に役立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。